日はですね、こちらです。25,000ユーロのハイローラーがあります。というわけで3位お疲れ様でした。賞金は18万1000ユーロ、3120万円ぐらい。でかいね。2700ユーロのポーカースターズオープンハイローラーっていうトーナメントがありまして、というわけで Day2 が始まります。残念。ここからは、5300ユーロのメインイベントです。ここからです。頑張りましょう。はい、というわけで残念ながら2700ユーロ飛んでしまったんですけど、メインイベントにワインをしようかと思います。そして今更なんですけど DPT の会場紹介をちょっとね、このタイミングでちょっと暇なんで、はい、3つあるんですよ DPT の会場が。メインエリアとハイドの会場とカジノのところにも会場があって、で今までずっと僕らがプレイしてたちっこい部屋、あれは実はサイドなんですよ。ハイローラー系は全部サイドでやってることが多くて、メインイベント系はこっちのメインルームでやってることが多いです。メインルームの近くにね、こうやってご飯屋さんみたいな、めっちゃ並んでるけど、パスタとか、はい、ご飯がまあ比較的まずくはない、食べれるご飯屋さんがあるのと、ポーカースターズ。これいいじゃん。これめっちゃいいじゃん。DPT バルセロナの。しかも25年。これめっちゃいい。ジムこれでいこうかな。で、メイン会場がここです。ここですよ。すげえメインイベント。で、これまだ実は会場が完成してなくて、今あそこに壁があるじゃないですか。ポーカースターって書いてある。あそこの先に配信台がある。この後設営されます。多分明日からだと思います。結構コンパクトでいいよね。そうですね。WSOP とかってやっぱすごいこう移動が長いっていうか、遠いイメージがあるね。というわけでメインイベント Day1A をプレイしております。このメインイベントの Day1A は今日 A、明日 B があって、どちらも1回ずつ出ることができます。なので今日飛んだら明日も出れる。でも飛ばなければ明日がお休みになるということですね。まあ、一応ね、このために来てますから、もうタコ勝ちしてるんでなんか余韻みたいになっちゃってますけど、これが一応僕にとってメインイベントなので、一番やっぱり華々しい、まあ、賞金もでかいし、ファイナルテーブルもかっこいいし、これをプレイするためにみんな来てると思うので頑張っていこうと思います。じゃあ行きましょう。レッツゴー。
勝てることあるよこれ。絶ナイス対負けると思ったわ。ついてますね。順調です。はい。51,500。アベレージちょい上ぐらいですかね。ポーカーが順調じゃなかったことないね。あのテンズのオールインがでかすぎるね。勝率そんなね別に8割とかないですからね、言うてね。まあそれをしっかり勝っていくっていうのも嬉しい。というわけでゲラブレイクですけど、お腹は減ってないので散歩でもしに行こうかな。レッツ散歩。あれよあれよと。まあ飛ぶ流れでしたね。6万点あったら1時間でなくなりました。まあそうなんですよ皆さん。ポーカーってこういうゲームですからね。ちょっと最近がバグってただけで、これが普通です。よく考えたら昔はこんなのばっかりでしたね。こういうゲームだよ、ポーカーって。今まで俺らがやってたのポーカーじゃなかったんだやっぱり。D 頑張るぞ。そうですね。まだリベンジできますからね。こんにちは。こんにちは。美味しそうなミートボールです。全然美味しそうじゃないか。これ意外と美味しいです。美味しいですね。ミートボールパスタ。というわけでメインイベント Day1B に参戦したいと思います。見てください。できてる。かっこいいですね。昨日は残念ながらね、3万から6万まで増やすことができたんですけど、あれよあれよという1時間の間にチップが全開して飛んでしまいましたが、今日の目標、まずレ通信ですね。やっぱね、ワインはビューティーメイン5300だから、そんなに高くないじゃんって思うかもしれないですけど、注目度が全然違うんですよね。その配信感とかね、名誉がめちゃくちゃあるんで、このメインでしっかり Day2、Day3 にとって、しっかり皆さんに横澤の存在を周知していくということも大事になってくるんですよね。めっちゃいい匂いする。頑張っていきましょう。
なんもないですここまでもう4時間ぐらいプレイしましたけど、何も起きないですね。は5000点ぐらいで、ちょい減りぐらい、ほぼ何もないのと一緒です。今日は6万ユーロで Day2 進出できたらそれでいいかな。わかりました。番員2回分で、何にもないや、やっぱり何にもないや、今から行くよ僕だったフロップびっくりしました。あれめっちゃ感度確認しちゃったわ、すっごいスキル出たね僕見てると思ってブレイク3万スタートで2万7000で、アベレージ4万6000。ちょっと激しかったですね。激しかったね。1回結構ね4万5万ぐらいまで増やしたんですけど、激しかったね。まあでもまだ生きてるんでね、しっかり生き残ってDay2生き残りたいですね。そうですね。じゃあディナーブレイクはまた散歩でもしに行こうかな。わかりました。散歩してきます。はい。運動。Dude, what it looks like. It's coming, okay?
ないよ。6900点しかない。もう次 6BB もないですね。ポーカーってこういうゲームだったわ。でもポジティブな側面もあって、やっぱ俺メンタルがめちゃくちゃ強くなったね。やっぱ勝ってるとプレーいいわ。いつもだったらやっぱメインだしさ、チップ増えないとフラストレーション溜まったりとかさ、焦りが出たりとかさするけど、今本当に無だね。悪も悪くもちょっとロボ様になってんだよね。感情が完全にシャットオフされてるから、 YouTuber としてはちょっとねレベルが下がってるかなと思って、ちょっと今反省してます。プレーはいいですよ。なのでそういう意味で言うと、ここから勝つ可能性は十分あります。今日はあと2レベルで終わりかな。そうですね。 Day2 にショートでもいいから進出しますか。うん。さんはです今先手になって今日という一日が新しく始まりました。はい、今始まったところです。僕のここからです。はい、今インドネシアのところです。僕に対してつきすぎじゃないですか。やってます。一日を通してずっとついてたおやつ、しょうがないですね。やっと僕刺す時が来たって思ったんですよ。しかも今勝ってからだってさ、アベジャンクぐらいまで増えてたんだけどね。メインイベント終わっちゃったんだけど。デイ1で終わるなんて珍しいね。まあね、いいんですよ。メイン残ってたらこれ出れないなって思ってたトナメがいろいろありますよ。明日がね、僕が、激 D ブランシタで有名な2700ユーロのセカンドチャンス。あさって、はい、フットボールトーナメントがあります。あさってはサッカー大会があって、ポーカーじゃん、サッカー大会しあさってに25000ユーロありますから。うわー、でかい。私もう一つのメインイベントと言っても過言ではない10300ユーロのハイローラーがでその後もね1万ユーロが2発ありますね。結構だから3発あるわ。こっからだよ。こっからこっちはメインじゃなくてサイドの星です、今年も爆撃しますか。いきます。セカンドチャンスで、レベチって感じだよね。セカちゃんだ、セカちゃん。これやばいっすよ。以上ある。招き猫。招き。好きすぎだろ。分かっちゃう。何考えてるか。いやー、優勝しちゃうかも。人生最高瞬間風速。